マジで我慢の限界なんだけど。またその話？キモいんだけど。ここまで懇願しても、どうしても俺とできないのであれば、もう離婚しかないとまで思ってる。はぁ、レスで離婚とか何言ってんの？ 5 年間のレスに悩む俺を散々バカにしてきた嫁。その後、嫁のとんでもない秘密が発覚。きっちり制裁を加えて、すっきり新生活をスタート。俺は結婚して9年になる嫁と、6歳になる可愛い一人息子と3人で暮らしている。俺としては、息子が生まれた直後から2人目が欲しかったが、そううまくはいかなかった。そういう気分になれないから無理。まだ体が本調子じゃないの。もう少し息子だけの時間を作ってあげたい。俺が夜の方に誘っても、妻は何らかの理由をつけて常に断るようになっていった。息子の妊娠が分かってからの5年間、妻とはご無沙汰の関係だ。俺は何度断られてもめげずに頑張った。2人目が欲しかったのはもちろんあるが、何より昔のような仲良しの関係に戻りたかったからだ。ただ、嫁は息子を妊娠してからというもの、本当にそっちの欲がなくなってしまったようで、全く応じてくれなくなってしまった。俺、そろそろ限界だよ。レスについて真剣に悩んでいる。今すぐどうにかするのが難しかったら、せめて一緒にカウンセリングか何かに行ってみないか？え？それ本気で言ってんの？そんなにやることばっか考えてたの？そんな暇あるなら息子ともっと一緒に遊んでよ。いや、俺は本気だから。それに俺、結構家事にも育児にも協力してない？少しでもお前の負担を減らそうと思って、これでも頑張ってるんだよ。逆に聞くけど、なんでそんなに俺とやれないわけ？もう子供できてからあなたをそういう風に見れないだけって何回言えば分かってくれるの？いい加減にしてよ。話し合いはいつも平行線だ。俺は妻の負担を減らせるなら協力は惜しまないし、妻の両親が孫にもっと頻繁に会えるようにと、うちの近くに引っ越してきた時は、すべての費用を負担した。少しでも妻の機嫌が良くなるならと思ったからだ。その他にも、嫁の姉夫婦の居酒屋の経営がやばい時だって、嫁からの頼みならばとお金の工面もした。ここまで尽くしているのになんで？俺のその思いは日を追うごとにどんどん増していった。いつものようにネットサーフィンをしつつ、レス解消法についていろいろ調べていたとき、ある言葉が俺の目に留まった。それは、ただのレスだと思っていろいろ努力をしていたが、蓋を開けてみたら、ただただ3年間妻に浮気されていただけだった。というものだ。俺はその内容を夢中で読んだ。要約すると、それは俺と全く同じような状況で、ある一定の時期を境に、奥さんが夜に全く応じてくれなくなったという。そしてレス解消に向けて努力をしていたが、たまたま仕事をサボっている時に、奥さんが浮気相手とホテルに入っていくところを目撃してしまったという。状況が似ているだけに、ただのネット上の他人の体験談とは思えず、俺は、もしかして俺の嫁も浮気を？という疑念が爆発寸前まで膨れ上がっていった。俺はいても立ってもいられなくなり、すぐに親友に連絡して相談してみることにした。この親友は幼馴染で、俺の人生を語る上で外せない存在だ。お互い結婚して家庭を持つようになった今でも、ちょこちょこ連絡し合って定期的に会っている。家族ぐるみの付き合いでもある。ぶっちゃけ聞くけどさ、お前んとこの夫婦関係どう？どうって、まあまあうまくやってる方だと思うけどな。いきなりどうしたんだよ。いや、これ本気で聞くんだけどさ、夜の方ってまだあるか？下の子できて以降とか。なかなかぶっこんで聞いてくるな。まあ普通ぐらいには、まあ月数回程度だな。そこは男も頑張らなきゃだろ。
めちゃくちゃうまくいってるぞ、それ。マジで今日どうしたんだよ。何かあったのか？俺はそこから嫁と5年間ご無沙汰な話、我慢の限界が近づいているが、全然相手にしてもらえない話、そしてネットで見た体験談から不安が募っている話を打ち明けた。マジか。そこまで相手にされないってなかなかだな。お前の真剣さ、全然伝わってないじゃん。そうなんだよ。俺このままだとマジで離婚も考えるぞって言っても、全く気にしてない。俺が息子大好きなの知ってるから、絶対離婚はしないって思ってるんだと思う。図星だもんな。息子くんのことを考えたら、お前は絶対離婚できないだろうな。でも、探るだけ探ってみたら？こんな言い方はダメだけど、もし奥さんが浮気してたら、向こうに非があるから、親権取れるんじゃない？ただ、お前の両親は絶対味方につけとけよ。近くに住んで子育てを手伝ってもらうってのが絶対大事だと思うから。確かに、俺の親は嫁と嫁家族に遠慮しているだけで、孫大好きだからむしろ喜ぶと思うわ。向こうの家族にもかなり歩み寄ってたのに、もし本当に嫁が浮気してたら、それはマジでショックかも。どっちにしろ、白黒はっきりつけようぜ。俺も協力するから。親友に話を聞いてもらって、かなり心が楽になった。レス5年、散々悩んできたけど、そんなことでなんて言われるかと不安な部分もあった。でも逆に背中を押してもらえて素直に嬉しかった。そして俺は嫁の行動を観察する日々が始まった。まず最初に嫁が携帯を首からぶら下げて肌身離さずずっと確認していることに気がついた。最近は寝室も別になっていて、嫁と息子が一緒に寝ているんだが、嫁が寝室に引っ込んだ後は何をしているのか全く知らなかった。ある晩、息子と嫁が寝ている寝室のドアをいきなり開けてみた。すると、暗闇の中で嫁のスマホが光っているのが見えた。ちょっといきなり何？いや、ちょっとお腹空いちゃって。棚にあるラーメン食べていい？勝手に食べてよ。あと入ってくるときノックぐらいして。びっくりするから。わかった。ごめんね。おやすみ。妻が寝室に行ってからすでに2時間近く経っていた。ネットサーフィンや動画を見ていた可能性もあるが、とっさに携帯を隠していたところが何とも怪しい。嫁が近所の実家に遊びに行った日には、嫁の下着も確認してみた。自分の嫁とはいえ、下着が入っている引き出しをそっと開けている自分が、なんとも情けなかった。そこにはかなり派手な下着がぎっしり入っていた。ネット情報によると、レスになってしばらく経つのに派手な下着をたくさん持っているときは要注意とあったので、まさに要注意事項だろう。こんな感じで、俺はどんどん嫁の怪しいポイントを集めていったが、決定的な証拠をつかむまでには至らなかった。俺の予想では、嫁が浮気しているのは俺が絶対に不在の平日昼間、もしくは定期的に実家に帰る週末だ。ここまで来ると、俺の中で嫁が浮気をしていることはほぼ確定だった。しかし、親友にも言われた通り、息子のことを考えると、できれば離婚したくない。そこで俺は嫁に最後のチャンスを与えることにした。大事な話があるから、ちょっと話し合える？急に改まって何なの？レスの話ならもううんざりだからね。いや、俺は真剣に悩んでいるし、マジで我慢の限界なんだ。俺は浮気とかそういうので気を紛らわそうとはできないし、夜の店にも行かない。だから本当にもう限界なんだ。俺がこの5年間どんな思いでいたかわかる？ここまで懇願しても、どうしても俺とできないのであれば、もう離婚しかないとまで思ってる。は？レスで離婚とか何言ってんの？息子は絶対渡さないよ。嫌でしょ？無理でしょ？もう変なこと言い出すのやめて。
いや、俺は真剣だ。セックスレスは立派な離婚原因になるんだぞ。息子の親権は俺がもらうし、うちの両親にも協力してもらうから。俺、そこまで考えるほど真剣に悩んでるから。明日、もし本当に無理って言うなら、息子を連れて出ていくよ。いい加減にして。くだらなすぎて付き合ってらんないわ。それが答えってこと？離婚することがくだらないってこと？あんたに息子は渡さないし、離婚もしないから。わかった。俺の中で何かの糸がはっきり切れたことを感じた。俺はそのまま実家に連絡をし、息子を連れて帰ることを告げた。両親は俺のいきなりの連絡に戸惑っていたようだが、孫に会える喜びが勝ったようで、声が弾んでいた。俺が準備をして息子と家を出るとき、嫁は、帰る前に連絡してよ。あ、日曜の18時ぐらいに帰ってきてくれる？月曜日朝から幼稚園だから。などと言って、俺がただ週末に実家に帰るだけだと思っているようだ。離婚の話も息子の親権を取ろうとしている話も全く信じていないのだろう。実家に行くと両親はすごく喜んでくれた。俺の実家は少し離れた場所にあるので、なかなか帰れなかったからだろう。息子のためにご馳走も用意してくれていて、息子も楽しそうだ。散々遊んでもらって疲れたのか、息子はすんなり寝てくれたので、俺は両親にすべてを話した。っていう感じで、俺は嫁と離婚することになると思う。でも、向こうが浮気している証拠はまだない。ただかなり怪しいってだけ。だから親権がちゃんと取れるかもわからない。こんな情けない話を聞かせた後にお願いするのも申し訳ないが、俺の子育てを手伝ってほしい。どうかよろしくお願いします。まさかあの子が？そんなことになっていたなんて全然気がつかなかったわ。もちろん、私もお父さんも協力させてもらいますよ。孫と頻繁に会えるようになるなんて、そんな嬉しいことはないわ。お前のしたいようにしろ。お前が守りたいものを守れ。お母さんがこんなに張り切り出したらもう止められん。お前の都合に合わせるから。でも、もし嫁さんが本当に浮気しているなら、証拠を取って向こうに非を認めさせた方がいい。やはり親権の問題は母親の方が強いだろうからな。二人とも本当にありがとう。確かに、そこをどうしていいかまだわからないんだよね。その後両親と俺は、嫁の浮気の証拠をどうつかむべきなのか、夜遅くまで知恵を出し合って話し合った。その後、俺と息子はしばらく実家でお世話になった。通勤時間がいつもの倍になったのはさすがに大変だったが、嫁のことでもやもや悩んでいたのが嘘のように、心は元気になっていった。息子も最初は嫁がいないことに戸惑っていたようだが、じじばばの甘やかしに気を良くしているみたいで、楽しそうに過ごしてくれている。嫁からは帰ってくるようにという催促のメールと電話が山のように来る。マジで何考えてんの？やってること誘拐だよ。いい加減にしないとあんたの実家に押しかけるよ。早く帰ってきて。給料日過ぎてるのに振り込まれてないんだけどどういうこと？予想通り日が経つにつれ、嫁からの連絡は過激なものになっていった。そして俺はこの一連の出来事を締めくくるべく、ある週末に母と一緒に嫁の実家を訪ねた。父には息子の子守りを頼んだ。これは親友からのアドバイスで、親心、女心がわかる人が話し合いの場にいた方がいいということになったからだ。俺たちの突然の訪問に、当然義理の両親は驚いていた。すぐに嫁に連絡を入れてくれて、話し合いの場を設けてくれることになった。お父さん、お母さん、突然こういった形でお尋ねしてしまい、すいません。事情は娘さんから聞いていらっしゃいますか？聞いているも何も、君がいきなり嫁を置いて出て行ったんだろ？しかも勝手に孫まで連れて、一体何を考えてるんだ？そうよ。娘がどれだけ孫のことを心配しているか、あなたにわかるかしら？すごく悩んでいたのよ。かわいそうに。
しっかり謝りに来たってことでいいのよね。いえ、違います。ただここで一方的に僕が話を進めるのもあれなので、娘さんの到着を待ちましょう。そこからは長い沈黙の時間が続いた。時々母親同士が孫のことについて少し話していたが、それ以降誰も口を開かず、重い空気が流れていった。そしていきなり、どういうこと？何してんの？すごい勢いで嫁が俺たちのいるリビングに入ってきた。とりあえず話し合いに来た。今日は離婚、慰謝料、親権について話しに来た。絶対に離婚届に署名をしてもらう。慰謝料と親権についてはこちらの考えを説明したくて、後日詳細は書類で送る。は？離婚？慰謝料？親権？何言っちゃってんの？とりあえず私に謝罪するのが先でしょ？息子はどこ？今日は連れてきていない。まず、俺は離婚がしたい。俺はもう我慢できない。は？親の前で何言ってんの？マジでキモいんだけど。この人、レスが我慢できないから離婚したいんだって。どうかしてると思わない？嫁は自分の両親に助けを求めている。何を言い出すんだ。そんなくだらないことで離婚なんて聞いたことがないぞ。こんなやつ、こっちから願い下げだ。君が娘に慰謝料を払って離婚だ。そんなやつに親権を渡すわけがないだろ。そうよ、何を言い出すのかと思ったら。あなたは自分の母親の前でそんなこと言って恥ずかしくないの？そんな性欲しか頭にないような。孫への教育にも良くないわよ。これでわかった？あんたが異常なのよ。もう離婚でいいわ。私があんたに慰謝料請求するから。親権は絶対に渡さないし、毎月莫大な養育費を請求してあげる。私を怒らせたこと、後悔させてやるから。言いたいことはそれだけかな？他に何か言い分はある？しつこいなぁ、もう。とっとと息子を連れてきて。それであんたたちは帰ってよ。離婚でいいからとりあえずサインして。じゃあ俺からも言いたいこと言わせてもらうね。お父さん、お母さん、こんなことに巻き込んでしまって申し訳ないです。でも、これを見てください。俺はカバンからある書類を取り出した。それは嫁の浮気現場の決定的な写真の数々だった。実家に帰った晩に両親と話し合って、しっかりと探偵を雇って、嫁の浮気調査をしてもらうことにしたんだ。絶対にきっちり清算しておかないと、あやふやなままだと孫が取られちゃうかもしれない。二度と会えないなんてことになったら、私の生きがいが。だから、絶対にきちんとしてもらいます。あの時の母の熱意はすごかった。さらに俺たちにとって都合が良かったのが、嫁は俺が出て行ってからはかなり油断していたということだ。自分の浮気が疑われているとは思ってもいなかったようで、なんと車の中でもそんな行為に及んでいたという。正直、こんなに簡単に証拠写真をこれだけ集められる方は珍しかったです。お願いした浮気調査の方には、そんな言葉までもらったほどだ。なんなのこれ？私のことつけてたの？マジキモいんだけど。嫁はわめきながら書類をぶんどった。なので、俺は違う書類を出し、彼女の両親に渡した。これが僕の我慢が限界な理由です。嫁は浮気をしています。これ、正雄くんじゃないか？そんな、まさか。これは一体どういうことなの？違う。これは全部違うの。私は浮気なんかしてないし、正雄も関係ないから。よくこんな上手に合成写真作ったわね。マジで訴えてやるから。俺が嫁の浮気を疑い出した理由は、長年にわたるレスが原因です。こんなお話をお聞かせして申し訳ないですが、少しお付き合いください。子供ができてから何度誘っても断られてきました。そして、まさかと思って調べ始めた結果、彼女の浮気が分かりました。正雄くん、嫁の幼馴染ですよね。彼にも家庭があるようで、すでに内容証明は送ってあるので、向こうも今頃話し合いが行われていると思います。おい、これはどういうことだ？この写真といい内容といい、お前本当は浮気していたのか？どうなんだ？
いつもは無口な義父が怒鳴る姿は、さすがに迫力がある。違うの。私は浮気なんかしていない。あんた、前にピル飲んでるのは、旦那くんが二人目を欲しがらないからって言ってたけど、あれはどうなんだい？子供ができてからレスって話が合わないじゃない。それは、違う。レスなんかじゃない。お母さんからの言及がとどめになったのか、嫁は黙って泣き出した。俺は二人目がずっと欲しかったです。ピルを飲んでいることは俺は知りませんでした。でも、どうやら正雄くんとの関係のために服用していたようですね。では、ここまではっきりしていますので、離婚届に署名と、親権は俺、慰謝料請求に応じてもらえますね。もちろんだ。本当にうちのバカ娘が申し訳ない。本当にごめんなさい。私たち何も知らなくて。でも、こんなこと、ここで言うもんじゃないかもしれないけど、孫にだけはたまに会わせてもらえないかしら。どうかお願いします。待って、勝手に話進めないで。親権は絶対渡さないわ。あんた一人で育てるのは無理。子供には母親が必要よ。父親と母親がいる状況を息子から奪ったのはお前だぞ。それわかってる？被害者面すんな。何よ、そもそもあんたが悪いんでしょ？あんたが解消なしだから。ほんと、正雄と結婚しておけばよかったわ。息子は絶対に渡さない。たとえ私に非があったとしても、どうせ私に親権が来るから、そういうもんなのよ。私もお父さんも、孫のお世話を手伝わせてもらうつもりです。一緒に住んで、母親がいなくても寂しくないように、協力させてもらいます。シングルファーザーでも、フルタイムで働いていても、周りのサポートがあることが証明できれば、親権は父親になるんですよ。そんな。母の言葉でやっと自分の置かれている状況が分かったのか、嫁は泣いて謝罪を始めた。ただ、ここまで来たらすべてがもう遅い。離婚届に何とか署名をもらい、こちらで保管させてもらうことで了承を得た。本当にごめんなさい。違うの。待って。離婚したくない。お願い、行かないで。必死にしがみついてくる嫁に、俺を怒らせたことを一生後悔しろ。俺は捨て台詞を言って、嫁の実家を後にした。そこからは慰謝料も親権も、そして離婚もスムーズに進み、俺は両親の協力のもとで新たな生活をスタートさせた。息子も幼いなりに状況を理解してくれている。元嫁には、ご両親が付き添うことを条件に、息子への面会を許可している。相変わらず息子を可愛がってくれている元嫁のご両親には本当に感謝しかないし、何より元嫁の監視役にもなってくれている。その後の元嫁と正雄くんの結末はというと、ハッピーエンドでは終わらなかったらしい。向こうは奥さんに必死に謝罪したといい、離婚をなんとか免れたようだ。正雄くんと一緒になれるかも、と期待していた元嫁は相当ダメージを食らったようだが、俺の知ったことではない。そして慰謝料の支払いのために、昼夜を問わず働く元嫁は、かなりやつれて別人のようになっている。自業自得とはまさにこのことだろう。俺はというと、毎日充実した生活を送っている。というのも、最近彼女ができたんだ。あっちの方は、ご想像にお任せします。